ただいま郡山市に向かっている最中です。でちょっとねこうドライブがてらこう僕の最近のこう車中泊し始めてからだいたい20日ぐらい経ちましたので、その間になんか僕がやってる節約方法であったり、そういうのをこうシェアできればなと思って少しだけお話ししようかなと思っています。でまあね僕は結構他の人よりこう節約精神が強いためか結構いろんな工夫をしていると思うのでね、なんか参考になればいいなと思うんですけど、でいくつか言いますけど、まずクレジットカードがですね、僕はクレジット持っていなくてデビットカードだけにしています。っていうのもクレジットカード持ってるだけでもうね、なんかある実験でもクレジットカード持ってる人と持ってない人でやっぱりね無意識にその月の使用量っていうのが多くなってしまうんですよ、お金のね。だからクレジットカードを持っているだけでも無駄遣いが増えてしまうっていう心理があります。でそれプラス僕はなんかねこうお金を何かを買ったのにお金を支払っていない状態っていうのが管理もしにくいし、なんかこういくらお金使ったのかっていうのも分かりづらいし、クレジットカードを持ってればさお金がなくても買えちゃうわけですから、そういう環境が良くないと思っているので、僕はクレジットカードを捨てましたね。過去に3回ぐらい、解約しました。ただクレジットカードは解約しづらくされているので結構手間もかかるんですけど、僕は解約しました。でデビットカードだけです。であと今ではこう PayPay とか、LINEPay とかいろいろあるので、そういうのも使う人もいると思うんですけど、僕は、使ってるのは僕が使ってるクレジットカードは、その楽天のデビットカード1枚とキャッシュっていうプリペイドカード1枚とトヨタウォレットっていう、最近できた高還元の 1.5% 還元のやつを3つとも紐付けています。なので楽天銀行からキャッシュにチャージした時に楽天銀行に 1% ポイントが入って、でキャッシュカードからそのお金をトヨタウォレットの方にチャージして使うので、今まではキャッシュカードも 1% 還元だったんですけど、今は 0.2% 還元だったので 1.2%、 そして、そのキャッシュに紐付けたものをトヨタウォレットに移すのでさらに 1.5% 追加でだいたい 2.7% 還元で、カードを使っています。でもちろんそのカード使用料とか年会費は無料です。だからそれだけでもこう毎月普通に仮に1万円10万円かな1万円使ったとしたら、普通の支払いよりも、パーセント還元だから、だいたい今月はキャッシュカードで500ポイントぐらい返ってきましたし、その楽天銀行の方にもポイントが入ったりとか、あとトヨタウォレットの方にも500ポイントとか、だから毎月1000円近くはポイントとして還元されている状態ですね、普通に買い物しているだけでも。あとはスマホ代ですね。僕は1年間もうここ最近ずっとスマホ代は0円に抑えています。というのも去年あたりに楽天モバイルっていう5時5ギガまで使い放題で、その通信制限来てもある程度全然使える Google ナビとかも無料でずっと使えたりとか、そういうようなやつを入っていまして、だいたい、もうすぐで10月頃にそのプランがね解約になっちゃうんですけど、今のところスマホ代も0円です。でもちろんこう車中泊しているので家賃も0円ですし、電気代もこう車の自家発電があるので0円です。でマクドとかカフェとか、何か飲食店なりドトールとか行った際には必ずスマホをパソコン充電したりするので、だいたい電気代も Wi-Fi 代もスマホ代も0円に抑えていますね。あとお水ですね。車中泊中はいろんなところでお水汲んでるんですけど、お水を公園で汲んだり、こう喜多方市の方ではお水を、いろんなところで汲める場所があったりするので、そこで2リットルのペットボトルを2つほど、あとこう僕は基本あんまりお金持っていないので、観光地行ってご飯を食べるのはちょっとね今のところ贅沢できないので、基本こう炊飯器があるので安くこう2キロのお米を買って、そのお米だけを炊いて、あとはおかずを必ずスーパーでおかず買うときは、安いやつで、なんかお弁当なりパンなりを買うときは必ずスーパーで半額になっているものを買ったりとか、そん
んな感じですかね。あと僕のこう節約の工夫としては、食費はだいたい月に1万円から1万5千円以内に必ず納めるようにしています。それプラスこうガソリン代も必ず月1万円以内に納めるようにもう見える化しちゃっていますね、数値を。だからこうマネーフォワードとか使って、いくら今日使ったとか、実際僕は1日の食費は300円から500円以内ってもう決めているので、そのルールに従って1日をこう過ごしていれば、食費を月1万5千円超えることはほとんどなくなるんですけど、あとガソリンも1日1メーター以内、基本1メーター以内しか使わないってしているので、ガソリンも月1万円以内に収まっている状態です。あとこう車も結構荷物重いと燃費も悪くなってしまって、その分ガソリン代とかかさんじゃうので、無駄なものとか極力本当にミニマリストレベルまでは行ってませんけど、結構ね荷物は軽くしています。普通に無駄なものは全部ねやってないですね。あと洗濯とかもなんかねこう車中泊旅してて、僕はこう、夏っていうこともあって夏着がね 3,4 着ぐらいしか今 T シャツないんですけど、あと半袖半ズボンで靴下も最近捨てましたし、そういう洗うものも全部ほとんどいらないものは捨てたりして、サンダル一つとかにしてたりとか、洗うものも少なくして、洗濯もこうなんかね、洗濯もこうまとめてコインランドリーで1週間に1回まとめてやるとか、もしくはなんか公園でチャチャチャっと T シャツ1枚ぐらいなら洗えたりするので、洗剤一応持ってきているのでそうやって洗ったりとか、普通に洗濯にもほとんどお金かかってないですね。夏なのでね、冬はまた別かもしれないですけど、電気代もないし、基本0円に抑えています僕は。もう二宮金次郎レベルではないですけど、もうなんかその二宮尊徳を尊敬しているので、二宮金次郎も本当にね、むしろケチすぎてこう離婚したぐらい、二宮金次郎もなんかケチすぎたのか離婚しちゃったんですけど、結構ねキツキツなお金管理をしていたそうです。それがねゆえんで、結構いろんな町村をね救ってきた功績があるんですけど、そんな感じでね、もうねとにかく0円、基本0円に全て抑えるようにしています。なのでこう YouTube プレミアムも今まで入ってたんですけど、最近は旅で結構こう YouTube をねずっと見るっていう機会がなくなってきたので、YouTube プレミアムも解約してますし、Amazon プライムは入っています。Amazon プライムはこうたびたび Amazon で商品を購入したりとか、あと Amazon フォトがすごく便利で、こう旅してるといろんな写真撮ったりしてもう保存するんですけど、保存する場所もこうオンライン上ですね、必ず。じゃないとこうハードディスク持ってるだけでもこう荷物になっちゃうし、万が一そのハードディスクなくした時とかも危険なので、こう Amazon フォトっていう Amazon プライムに入ってれば無制限で、しかもそのオリジナルの画質でオンライン上に保存無制限にね何枚でも保存できるっていうサービスがついているので、それを使っています。あと動画とかもこうね Google ドライブとか Google フォトとか、最近ではこう Google フォトも有料になっちゃいましたけど、15ギガ以上かな。だけど、実際に YouTube にこう動画をアップすれば必要な時にね YouTube からダウンロードできちゃうんですよね。アップロードしてる人はね、発信者側は自分の画面からそのままねダウンロードできちゃうんですよ。ってことはつまり YouTube 自体も動画保存媒体として無料で使えるので、すごく便利なんですよね。だから、結構多くの人はハードディスクとかオンライン上にこう毎月月額で課金して動画を保存したりしていると思うんですけど、僕の場合はそれも0円に基本抑えるようにして、動画は YouTube にアップして、そのパソコン内から消したりとかで、使いたい時は YouTube からダウンロードしてまた再利用したりとかしたり、写真は Amazon フォトにもうスマートフォンなりパソコンも自動同期できるようにしているので、Wi-Fi がつながる時にちょくちょくこう同期して勝手にこう全部アップロードしてもらって、そうですね、容量もパンパンになりそうになったら全部消してって感じでやっていますね、基本。あとはブログだけちょっとねお金かかってしまっていますね。ブログのサーバー代とドメイン代だけど、それも一番安いプランにしています。1回ね、大学2年生の頃ぐらいに初めてブログやった時に月額費の固定費がね
すごく高くなっちゃってた。それで1回挫折したのでね、もうそのサーバー代、ドメイン代は一番安いのにしてますね。ドメイン代はちょっと違うけど、まあ、安いね。月500円ぐらい、300円から500円ぐらい。僕はですね、とにかくね、家賃がもったいないって思っちゃってる人で、その住む場所の環境を買うとか、カフェの隣とかジムの隣とか会社の隣とかに住む、移動距離を短縮して通勤時間をなくすとか、そういうなんか意図があるなら別なんですけど、またね、こうなんとなく家を借りるとかね、そもそも僕からしてなんか僕はあんまりこうそもそも定住するのが苦手なんですけど、その家賃をなくすっていうのはすごくでかいと思うんですよね。仮に月2、3万円家賃がかかってたとしても、この車中泊をするだけでその2、3万円を食費に全部当てれたりとか、僕の場合はもう月2、3万円あれば普通にこのまま車中泊で一生生活できたりするので、なんかこう家賃がすごくもったいないと思っちゃってる性格で、昔からこうね、シェアハウスに住んで月2万円最安値のところを探してそこに住んだりとか、今では車中泊で家賃0円にして、究極的にね0円にしたかったんですよ。で結局今は車中泊で0円になったんですけども、基本本当に固定費を僕は削減していて、あとはクレジットとかデビットカードとか、そう簡単に使えば使うほどポイントが貯まっていくものとかだけはその複雑にさせすぎないで使っていますね。であと今回のガソリンとかでも、ガソリン岡本とか行った時にそこにあった LINE を登録するだけで 5% 割引とか、そこでちゃちゃちゃっとできるものはやってクーポンを使ったりしています。結構マクドナルドとかもそうですし、そういうなんかガソリンとかでも場所によっていろんなクーポンがあるので、そこで取得して解約すぐできるものはその場ですぐ解約してって感じで、その時のサービスとかクーポンとかも使っていますね。結構そういうなんかちりつもじゃないですけど、ちょっとしたなんか割引っていうのをね毎日やっていくと、お弁当も半額だったりとか、こうねデビットカードとかもポイントでとか、そういうのがね結構積り積もると月1万円とか月5000円とかかな、月1000円から5000円ぐらいはね安く抑えることができるんですよね。だからなんか結構そういうところをこまめにやってるかなって感じですね。あんまりこうケチケチしてポイ活はしてないんですけど、なんか紐付けておくだけでちゃんとポイントが加算されるっていうのはやってますね。だから D ポイントとかは特に毎回提示するとかはやってないですけど、どうせこうお金を払うんだったらクレジットとかデビットカードを使った方がポイント貯まりますし、でそのデビットカードだけを使うんであればプリペイドカードと紐付けるだけでこうポイントが倍になったりするので、そういうのとかはやっていますけど、なんかこうポイントをケチケチ貯めるっていう感じではないかなと思うんですよね。とにかく僕は固定費を0円に抑えて、この車中泊旅では、大体月2、3万円3万円ぐらいですかね。ガソリン代1万円で食費1万円、ほとんど他は使ってないですね。それぐらいですね。だからもう固定費極限までゼロにして、必要なものだけ安いタイミングを狙ったり、サービスを利用して安く抑えたりしていますね。家にいるとやっぱかかっちゃいますよね。電気代とか Wi-Fi 代とか。だけどこう車中泊のメリットってやっぱいろんな場所に行くといろんなものがあるので、そういう環境をうまく活用して、カフェ行ったら Wi-Fi コンセントありますし、公園とか行ったら水もいくらでもありますし、道の駅行ったらトイレもありますし、っていう感じで車中泊だからこそできるのかもしれないですけど、結構固定費は削減できてるのかなって思いますってな感じですかねということで、何かの参考になればなと思います。今ではねシェアハウスとかもありますし、ゲストハウスとか、あとはでも武井壮さんとか高城剛さんとかも結構車中泊っていうか、車の中で生活してたみたいですし、高城剛さんなんて大学生の時とかからもうずっと車の中で生活してたりしたりとか、
とにかくね、あと空き家を利用したりとか、とにかく固定費を0円にするっていうのは僕の中でなんかすごく大切にしてる一つの節約方法かなって思います。はい、って感じですかね何か参考になればと思います。それじゃあ。